あなたの知らないナメクジの意外な生活習性。イントロダクション。庭の片隅で見かけるナメクジ。多くの人は不快に思うか、あるいは無視するかもしれません。しかし、このしばしば嫌われる生き物には、私たちが知らない興味深い生態や習性があります。今日は、ナメクジの意外な生活習性について、掘り下げていきましょう。ナメクジの基本知識。ナメクジってカタツムリの親戚なのだ。その通りよ。ナメクジはカタツムリと同じ軟体動物門腹側綱に属しているの。違いは、カタツムリが殻を持っているのに対して、ナメクジは進化の過程で殻を失ったか、非常に小さくなっているということなのよ。殻がないから裸族みたいなものなのだな。でも、どうして殻をなくしたのだ？殻がないことで、狭い隙間にも入り込めるというメリットがあるの。それから、カルシウムの摂取が少なくて済むから、資源的にも有利になるのよ。驚きの寿命と成長速度。ナメクジってどれくらい生きるのだ？1日とか？そんなに短くないわよ。種類によって違うけど、一般的には1、2年ほど生きるの。中には3年以上生きる種類もいるのよ。意外と長生きなのだな。でも赤ちゃんナメクジはどうやって大きくなるのだ？ナメクジは卵から孵化した後、約6週間から3ヶ月で成熟するの。この間、彼らは体重が20倍以上に増えることもあるの。成長期には1日に自分の体重の半分近くを食べることもあるのよ。そんなに食べるなんて、ずんだもんより食欲旺盛なのだ。意外な食生活。ナメクジは葉っぱしか食べないのだ。実はナメクジの食生活はとても多様なの。植物の葉や花はもちろん、キノコ、腐った有機物、他のナメクジの死骸まで食べる種類もいるの。同族を食べるのだ。それって共食いなのだ。そうね。特に食料が不足している時には、死んだ仲間を栄養源にすることがあるの。自然界の厳しい生存戦略の一つね。驚くべき繁殖方法。ナメクジはどうやって赤ちゃんを作るのだ？これが特に興味深いところね。多くのナメクジは雌雄同体、つまり一つの個体にメスと有の両方の生殖器を持っているの。交配の時にはお互いに精子を交換して、その後両方が卵を産むことができるのよ。それって便利なのだ。でも、なんでそんな仕組みになったのだ？移動速度が遅くて、仲間と出会う機会が限られているナメクジにとって、出会った相手が必ず繁殖相手になるこの方法はとても効率的なの。中には自家受精ができる種類もいるのよ。天敵と防御戦略。ナメクジって敵から身を守るためにどうしてるのだ？あんなにノロノロだと簡単に食べられちゃうのだ。確かに移動は遅いけど、ナメクジにはいろいろな防御策があるの。例えば、粘液には不快な味や匂いを持つ化学物質が含まれていることがあって、捕食者を寄せつけないの。へえ。でも、それでも食べられちゃうこともあるのだ。カエル、トカゲ、鳥、ハリネズミとか、多くの動物がナメクジを捕食するわね。環境指標としてのナメクジ。ナメクジって何か役に立つことあるのだ？実は、ナメクジは環境の健全性を示す良い指標になるの。特定の種類のナメクジは汚染に敏感で、その存在や不在から環境の質を評価できるの。あと、土壌の分解者として生態系のリサイクルに貢献しているのよ。環境のバロメーターなのだな。すごいのだ。まとめ。一見すると地味で不快に思われがちなナメクジですが、その生態と習性には驚くべき適応と戦略が隠されています。雌雄同体という特殊な繁殖方法、効率的な粘液による移動、そして環境指標としての役割など、ナメクジは私たちが想像する以上に複雑で興味深い生き物です。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。